皆さん、森のニーナです。今日はユニクロ購入品を紹介していきます。今回のテーマは涼しげだけど綺麗見え、ゆるっとラフに着られるけどだらしなくは一切見えない、私たち世代にぴったりなアイテムだと思うので、今期のお買い物の参考になれば嬉しいです。それでは始まります。スタート。1着目は今着ているこちらです。リネンブレンドブラウスのノースリーブとイージーパンツです。ともに XS サイズです。ユニクロの夏の定番リネンブレンドシリーズです。今回はちょっと珍しいグリーンの上下で揃えてみました。実は目論見があって、外で着る感じでちょっとパジャマっぽく見えるんだったら、お部屋でとってもおしゃれなルームウェアとして着ちゃおうかなと思ってました。生地感はちょっとシャリッとした肌離れのいいリネンコン素材です。とっても着心地がいいです。コットンの柔らかい肌当たりの良さと朝っぽい風通しのいい感じがもう絶妙です。パンツはこんな感じで、丈長めは完全失敗してしまいましたね。156センチの私が履くと完全に引きずります。ブラウスはボタンも何もないシンプルなデザインになります。少しだけ後ろが長い感じがします。横から見た時に自然にちょっとね、体が細く見えるような感じがします。パンツはウエストがゴム、内側に調整できる紐がついてます。両サイドにポケットがついてます。薄めなんですけど透けたりとかはないです。インナーの色拾いにくいです。色が淡すぎず濃すぎずなので、モールに出かけても綺麗めに着れる。ドライブデートだったり旅行先にもぴったりだと思います。セットアップはどうしてもラフに見えやすいんですけど、色物っていうところでツヤたっぷりな素材のジュエリーとかと合わせると部屋着っぽさが出にくく大人っぽく着れると思います。春夏こればっかりに逃げないように気をつけようって思ってるくらい快適です。続いてのアイテムはウルトラストレッチワンピースノースリーブオフホワイトの S サイズ。出るたんびに買い足す人が多いって言われている人気のワンピースなんですけど、私も2回ぐらい買ったことがあって、ブラックばっか買ってたんですよ。ただ最近は白を好んで着るようになってきていて、チャレンジしてみました。ストレッチ性がややある素材になっていて柔らかいです。体を締め付けないのにきちんと形は出るんです。素材自体に張りがしっかりあるので、形はそのまま揺れ動くっていう感じです。156センチの私でふくらはぎからかかとまで6割を占めるような長さになります。パンプスだったりスニーカーも合わせやすいようなバランスだと思います。ディテールはセンターに縦ラインの切り替えがあって、これが個人的には細見えしてくれるんじゃないかなと思います。ポケットがついてるんですよね。背中とかにもね、ファスナーはなくかぶりで着脱するタイプ。首元はやや詰まり気味できちんと見えします。これ大好きです。透け感は白なんですけど白すぎないんです。それもあって目立った透け感っていうのは感じにくいです。裏地はないんですよ。インナーはベージュがおすすめだと思います。上半身はスッキリで、ウエストは自然にくびれて A ラインに広がります。コツストでも体の厚みを拾いにくく、だけどスタイルはよく見せてくれるっていう神シルエットだなと思います。こんな感じでちょっと羽織物プラスさせれば、お出かけだったり食事会のシーンでも使えると思います。小物でね、雰囲気を変えやすくシーンを選ばず使えるっていうところが1枚持っておくと便利だと思います。続いてのアイテムはガールズおしゃぶるニットリブカーディガン。サイズが150。何がいいって短いんですよ。だからバランスが取りやすい。シンプルだけど品があって明るめのブルーなので肌を明るく見せてくれそうだなと思って選びました。キッズサイズ着たらパッツパツになるかと思って羽織るだけにしようと思ったんですけど、レビューがてら袖を通してお見せするとざっくり感があるニットリブです。でほんのり肉感があって、だけどふわっとすごい軽いんですよ。で肌触りもチクチクせずすごい柔らかいです。キッズだからか袖は結構短めな印象です。裾は短めなんですけど、私的にはすごい理想的な丈ですね。クルーネックなんですけど鎖骨がほんのりだけ見える上品な開きです。ボタンは同色で統一感があって、これがすごい綺麗見えするなって思います。ワンピースの上に羽織ったりワイドパンツとかデニムと合わせてカジュアルにも着れるし、紫外線対策としても重宝しそうです。透け感は薄めなんですけど意外にそんな透けないっていう。シルエットはストンと落ちる細いリブなので華奢見えするシルエットだなと思います。このカーディガンおすすめかもしれない。
骨ストに。カーディガンはもう羽織専用、なぜなら着太りするアイテムって思っていたんですけど、このアイテムに関しては着太りしないので1枚のトップスとしても活躍しそうだと思いました。かわいい。続いてのアイテムはリネンブレンドオーバーサイズシャツオフホワイトの S サイズ3990円です。今年の春夏はユニクロからリネンシャツが豊富に出ていて注目度も高めなんですよ。個人的にはこれが一番差がつくシャツだなって思ったのでこれを選びました。シャリ感のあるリネンに滑らかさのある素材をブレンドしたそうです。チクチクしにくく肌当たりが良く、夏の湿度とか汗にも強そうな素材です。ディテールはさりげなくこの肩部分と背中にギャザーがあるんですよ。これもすごいデザイン性が高いなって思いました。ポケットとかは一切ない。裾部分はちょっとだけバルーンっぽい感じ。前だけインしてもバランス取りやすいなって思います。羽織として着るにはちょっと長すぎるだけかなとも思います。透け感はリネン素材らしいナチュラルな透け感があります。着用シチュエーションで言うと、今私はグレールのカップ付きのキャミソールを着ているんですけど、白っていうよりもブラックのインナーを合わせて、下はちょっと濃いめのデニムと合わせるのが個人的には清潔感あって夏のコーデにおすすめだなって思います。白シャツでどれも同じに見えるんですけど、これはやっぱ素材感とシルエットのバランスだったり、節々に出るさりげないデザイン性っていうところで手抜きに見えないラフさがちゃんとあって買って正解でした。続いてのアイテムがクレープジャージーブラキャミソールのオフホワイトとブラックの2色買っちゃいました。めちゃくちゃインスタとか YouTube でも紹介されてる方が多くて、私もすごい気になってたんですよ。似合ってるなんだろう、私結構こういう金太郎スタイルのお洋服が好きで買ってみたんですけど、私に似合っていない気がします。触り心地はジャリッとしてます。裏側はツルツルなので肌当たりは滑らかです。見た目はマット寄りなんですけど、ほんのり光沢感もあって柔らかいのによれたりくたっとしすぎない程よい張り感もあります。普段ユニクロだと XS じゃないと自己流率が高かったんですけど、これでピッチピチだとちょっとやばいかなと思って S にしたんですけど、もしかしたらワンサイズ上げたがためにここが広いのかもしれない。サイズ選びはご参考までに。シルエットで言うとちょっとふわっとフレアのような感じになっているので、体のラインは広いすぎないです。丈は骨盤ぐらいのあたりですね。一応インにもしやすそうな丈になってます。でストラップ自体は華奢やや浅めのラウンドネックです。カップ付きなんですけどほぼ浮いてないですね。本当に自然です。背中にアジャスターがついています。なので肩紐の長さも調整できます。なるほど、肩紐を調整したら自分の理想通りの形になるかもしれない。ブラックだと全く透けないです。ホワイトでもカップ付きなのでインナーのラインを拾う心配もないですし、色で言ってもそんな透けがある感じもしないです。今白パンを履いているんですけど、ちょっと明るめのデニムと合わせるのが個人的には春夏すごい可愛いと思います。インナーにもトップスにもなる万能さと素材の高見え感、ユニクロでねこういうデザインなかなかないので似合えば大当たりだと思います。白着てみたんですけど、なんか白の方が着やすい気がしますね。思い切って白コーデとかにしちゃった方が高見えしている感じがします。続いてのアイテムはこちらです。 UV カットクルーネックセーター、カラーがグレーの XS サイズ1990円。ベーシックだけど地味すぎるとつまらないので、形が綺麗な T シャツないかなって常々もう探してるんですけど、これは綺麗じゃないしかもこれ UV カット仕様なんですよ。見た目はニット寄りなんですけど、さらっとつるっとしています。薄すぎず厚すぎずで程よい生地感です。手に取ると結構張りがあって肌にそこまでまとわりつかず綺麗な落ち感が出ます。表面もかなりフラットで毛羽立ちも少なく上品見えします。ややクロップド丈になっています。隠したい箇所はゆとりがあって着太りして見えないような程よいフィット感があるっていうのがこのアイテムのシルエットの特徴です。首
首元はベーシックなクルーネックなんですけど、詰まりすぎずリブが上品に効いてます。 T シャツ部分はやや長めなんですね。なので二の腕のラインも自然にカバーしてくれます。グレーのカラーも明るめなんですけど、そこまで透け感は気にならないです。いびきにくくて安心して着られます。私はユニクロのタックワイドパンツと合わせてみました。柔らかな雰囲気のアイテムとかっちりとしたアイテムの上下の組み合わせが最近ではよくするコーデなんですけど、オフィスカジュアルだったりちゃんとしたランチにお出かけしたいっていう時にも着やすい組み合わせだと思います。ただの T シャツじゃなく、ニットライクな見た目と上品な素材感が本当に優秀だと思います。しかも日差しが気になる季節に UV カットって地味に助かるポイントですし、この価格は本当にやっぱ改めてユニクロすごいなと思いました。続いてのアイテムはタックワイドパンツ、カラーがホワイト XS の3990円です。以前私ベージュ買ったことがあったんですけど、当時ホワイトが売り切れでゲットできなかったんですよ。春夏ホワイト売ってたら絶対買おうと思って今回ゲットしました。白ワイドパンツって難易度高そうに感じるじゃないですか。このグリーンのトップスにも合わせても可愛いですし、びっくりするほどどんなトップスとも合わせやすいのでめちゃくちゃ万能なんですよ。生地はこんな感じでちょっと落ち感があってとろみを感じるような見た目です。触り心地はパリッとはしすぎないので綺麗めに振り切りすぎない、普段使いもしやすそうな質感です。生地の表面はサラッとしていて裏地もついているので安心して履きやすいです。そこまで透け感も強くはないんですけど、濃いインナーとか履いてしまうと透けてしまうと思います。 XS なので丈は割とジャストサイズですね。156センチの私でもぺたんこを合わせても全然履きやすいです。ディテールはフロントタック入りなのでふわっとカバーしてくれます。あとポケットが両サイドについていて後ろにも2つついてます。センタープレス風のステッチがついているので、これが縦ラインをね綺麗に強調してくれます。ウエスト周りもシンプルなのでトップスをインにしてももたつかないです。シルエットはストンと落ちるストレート気味のワイドです。足部分は太ももが張って見えないような絶妙な太さで足長にも見えるようなシルエットです。ジャケットを羽織ればきちんと見えるし、タンクトップに合わせればラフな抜け感も出せる。オフィスも OK な本当に万能なパンツです。白パンってあんまり履き慣れてない人だったら扱いが難しそうなんですけど、これは落ち感、丈感、生地感でかなり取り入れやすいと思います。久しぶりにユニクロでサングラス買いました。まずはこちらクラウンパント1990円、カラーがブラックを購入しました。これねユニクロで今最も売れてる人気のモデルの新型が登場しました。クラシックなデザインと現代的な機能性を兼ね備えた一本だそうです。フレームはすごく細めです。かなり軽い、顔なじみの良いデザインにアップデートされたそうです。でノーズパッドが厚みを増してフィット感が向上したそうです。なんせ私前のモデル買ったことがないので違いがわからないんですけど、ずれにくいなって思います。長時間の着用でも快適そうです。レンズの透度的には目がはっきりと見えます。でレンズは曇り止め加工済みなんですって。でブルーライトを25% も低減してくれるそうです。こんなにスケスケなのに紫外線を 99% もカットする UV400 レンズを使ってるそうです。でフレーム自体の素材には植物由来のトウゴマっていうのを使ってるらしくて、環境にも配慮されてるそうです。ブラックはレンズがオレンジ系になっていて柔らかい印象です。デザインの特徴でいうとここに2点丸い金具がついていて、耳掛け部分はこんな感じのデザインです。長すぎずって感じですね。一応男女兼用です。でもう一つのサングラスがウェリントンです。カラーがブラウン1990円です。こっちの方が結構紹介されてるイメージがあったので、こっちの方がもしかしたら使いやすいのかもしれない。縁が太いとおしゃれっぽいですよね。ディテールはこちらもレンズかなり透度が薄めですね。目がはっきり見えます。フレームはかなり太めで少し丸みのあるウェリントン型っていうらしいです。ノーズパッドが分厚めですね。めちゃくちゃずれにくいです。作りがすごいしっかりしてるんですよね。開け閉めしてる時にもなんかチャッチさが全然感じないから、ユニクロってバレない隠すわけじゃないけど
私はレンズ自体にカーブがあったり丸みがあるものよりフラットなやつの方がミニマルな印象があるので、個人的には結構こっちの方が好みだなって思います。ただすっぴんでお出かけする時だったり、メガネにアテンションを向けさせたいなっていう時とかにこれは結構いいかも。でバッチリ決めてる時にさらにちょっと生きりたいみたいな時はこっちのサングラスとかが漏れる気がします。いかがだったでしょうか。今日はユニクロ春夏に着れるアイテムたち購入品でした。すごく大満足なお買い物でした。アイテムの質が高すぎて、もうユニクロじゃない、被ってもそんなに気にならないような子たちではあると思います。高見えすぎて高いお買い物をした後のような高揚感が今ある。値段で妥協して買ったアイテムというよりも、このデザイン、素材感、シルエットが全て可愛くて手元に持っているっていうくらいの満足感があったので、いいお買い物でした。皆さんはどのアイテムが気になりましたか？この動画がちょっとでも楽しかったな、参考になったなと思っていただけたら、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押していただけると今後の動画投稿の励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。